ガブティラとね、並べるとこんな感じに。これで、スピノ大王フルアクションバージョンになります。これで、恐竜人になります。ポーズを取らせると、こうなります。あとは、このようなポーズを取らせることもできます。これで、キングスピノ大王になります。これで、キングスピノ大王をフューチャリングブンブンカーみたいな、はい、感じに。こんにちは。一番好きなリレコ商品は、トバスピノスタルケルです。今回レビューするのは、こちらです。トバスピノフルアクションバージョンです。それでは見ていきましょう。ということで、ついに来ました。はい、プレミアムバンダイ限定のこちら、充電戦隊恐竜ジャーのトバスピノのフルアクションバージョンですね。はい。僕前にもね、恐竜人のフルアクションバージョンとかレビューしてますので、よかったら見てみてください。はい。いや、で、やっぱりね、当時ね、ガブティラを、うわ、こんなスピノサウルスにね、リレコするかと。ね。それがめっちゃ衝撃的で、ずっと好きです、トバスピノは。はい。で、僕のチャンネルでね、投稿っていう欄があって、動画再生リスト、ショートとかってある、そこに投稿っていう欄があるんですけど、そこで、なんか毎回仮面ライダーとか戦隊のアンケートを取ってるんですけど、そこで、映画に登場したロボットで好きなロボットはみたいな、はい、やつやって、ね、画像で投票するんですけど、その YouTube の使用上4つまでしか投票できないので、4つずつこうやってって、で、それで勝ったら次2回戦に行くみたいな感じでやってったら、最後、エンジン戦隊ゴーンジャーのエンジン大将軍と、このスピノ大王ね、が勝負になって、スピノ大王がなんと1位に輝いたというね、感じだったので、やっぱみんな大好きなんだよね。スピノ大王っていうのは。はい。なんか、ロマンあるし、なんかめっちゃかっこいいんだよね。うん、なんか、言葉では言い表せません。はい。じゃあ、ちょっと中身ね、掘り出していきましょうか。はい。ということで。はい。いいね。はい。こんな感じで。このフルアクションバージョンのね、箱ね、あれなんだよね。中に戻しにくいんだよね、取り出した後。はい。まあ、僕結構開けたら箱に戻すタイプの人間なんでね。うん。最近そういう戻すことをね、あんま想定してないおもちゃが増えてきちゃってね、大変なんですけど、はい、こんな感じです。あ、そう。あと、今回、こちら、はい、デラックス版、当時のやつね。はい。このトバスピノもありますので、これとの比較もやっていきたいと思います。それでは、取り出していきましょう。ということで、中身を取り出すと、このような感じになっております。はい。じゃあ、今回、まずは、こちら、同じフルアクションバージョンのガブティラとね、並べるとこんな感じになっております。やっぱこの背びれとか、この顔の長さとかのね、おかげで、だいぶなんかトバスピノの方が大きく見えますね。はい。こんな感じになっております。で、あと、このガブティラはね、このフルアクションバージョン、この顔がさ、もう結構丸見えだったんですけど、トバスピノは、ほら、このちゃんと背びれで、この顔が隠れてるっていうのが嬉しいね。はい、こんな感じになっておりますと。はい。で、これもね、もちろんこう、めちゃくちゃ、稼働ね、するようになってます。こうやって、いろいろ、はい、動かしてね、はい、顔とか、こうやってポーズね、取らせることができます。はい、素晴らしいね。はい。それでは、これの元となったね、はい、こちら当時品のデラックストバスピノと比べるとこんな感じになっております。まあ、当時品の方が若干なんか背丈がなんか高いですね。はい。こんな感じになっております。で、まあ、何個かね、違う箇所あるんですけれども、まず1個目、あれですね。はい、こちら、充電池が、なくなってます。まあ、これフルアクションバージョン全部そうなんですけど、当時品はこの充電池っていうのがあって、ブレイブインしてね、ブレイブイン。
はい、こうやってやることができて、これをここにね、セットして、そうそう。で、音声もね、これ当時品あります。はい。で、セットすると、いきます。っていうね、音声が鳴るっていうね、ギミックがありました。ちょっと今、上の方が映ってなかったんですけど、ここ、ちょっと見ててください。いきます。はい。はい。ということで、これが、こう、展開します。この充電池を入れることによって。じゃあ、こっちのフルアクションバージョンはどうなっているのかっていうと、これ手動で、こうやって持ってきて、はい。こう展開することができます。はい、一応ね、手動だけどギミックはあるって感じですね。はい。なので、充電池あるかないかと、ね、音が鳴るか鳴らないかとか、あと、ここ、細かいところで言うと、ここのね、自動ギミックが、なくなってるぐらいですかね。その代わり稼働がめっちゃ追加されてるよっていう感じになっておりますると。はい。じゃあ、早速、変形させちゃおうかな。はい。じゃあやっていきましょう。で、今回使うのは、はい、こちら。これね、これもプレ版限定の、セット商品ですね。はい、こちらのウエスタンコンボ&カンフーコンボセットの、ブンパッキーとアンキドンだ。はい。この2つね、合体させますと。じゃあやっていきましょう。まずは、この後ろの部分を外します。はい。こうやって外してあげて、で、開くと。はい。で、ここ、はい、取り出してあげて、はい、こんな感じですね。で、そしたら、この足ね、はい、こうやって下に抜けてあげて、で、こう下ろします。はい、下ろしたら、ここ押しながら引っ張る。反対側も、はい、引っ張ると。で、ワンクリックちょっとね、開いてあげて、で、これ、腕を下ろして、はい、回転させますと。はい。で、そしたら、ここの、はい、腕ね、このジョイントをこう取り出してあげて、はい。で、ここに、さっきのね、はい、この暗記度をまずいきましょう。はい、このハンマーを取り出してあげて、ここ、口開いて、ここに、強制噛みつき合体ね、していきましょう。はい。で、こっちの分パッキーもね、はい、ここ外して、で、こうですね。あれなんでね、なんか街でこの飛ばすピノがこう暴れるんですよね。なんか、いい音色じゃなくて、ちょっと悪い音色、を聞かされちゃって、それで、ちょっと暴走するというね、はい、感じになって、で、このね、この飛ばすピノをやっつけようとしたこのアンキドンとこの分パッキーをこう強制的に取り込んでグイッてこう噛みつき合体してしまうっていうね、恐ろしい敵でした。はい。で、ここパカッとね、外してあげて、でこれ外します。はい。でこの持ち手を取り出して、これね、めっちゃなんかアックスとか斧に見えるんですけど、これシールドなんですよね。はい。これね、ちょっと持たせにくいんだけど、はい。頑張って、はい、持たせてあげますと。はい。で、こっちのブーメランも、はい、持たせてあげると。はい。これで、スピノ大王フルアクションバージョンになります。かっこよすぎるって、この見た目は。いや、素晴らしいね。はい。いや、こうやってもうただ立たせてるだけでもやっぱ映えますよね。はい。いや、このさ、バイザー、このレッドのバイザーにこの三日月型のこのね、飾り。これがかっこいいんだよね。はい。で、特にここを押しても、特に、てか押せないからね。はい。何もないですけれども。はい。こんな感じになっております。やっぱね、はい。ちょっとこれ、デラックス版もね、変形させるので、ちょっとデラックス版とね、比較してみましょうか。はい。じゃあ、こちら、デラックス版の飛ばすピノと、はい、分パッキーとアンキドンね、はい、やっていきましょう。はい。じゃあ、これを
まずはさっきと同じですね。はい、これ引っ張って外してあげて、これ開くと。そうすると中になんとこの当時のデラックス品はね、これは兜が入ってます。はい。で、これこのままだね。はい。で、そしたら、はい、この足を、これをちょっとこう、はい、下に下ろしてあげて、反対側も下ろしてあげて、で、これちょっと分割して、はい、下にスライドして前に持ってきます。はい。で、腕を下ろして、はい、回転させますと。で、これがね、はい、デラックス版にはありました。当時のフルアクションバージョンにはない、ここの足のこの展開ね。はい。で、こうやって上げて、はい。でね、この当時品のトバスピのね、ガブティラ、当時品のガブティラには、ここ、腕にくっつけるときに、ガブリンチョっていう音声があったんですけど、このトバスピノは、それがね、オミットされて、なくなってます。はい。こうやってもね、何もなりませんと。はい。あれだ、これを、これ入れないと展開しないんだ。はい。展開してあげて、だね。はい。で、取り付けると。はい。こうですね。このね、どんどんここの、ハンマーのジョイント緩くなってくんだよね。はい。だから中古品ね、買うと大体こうブランブランになってるので、ちょっと気をつけてください。気をつけようないけど。はい。じゃあ次、こちら。分パッキンね。これ外してあげて、で、これね、こうやって、はい。腕と足を畳みます。はい。こんな感じでね。で、口開いて、ここに充電池ね。はい。これを取り付けて、はい。噛みつき合体、はい。してあげますと。で、そしたら、この上の部分を、はい。外してあげて、で、さっきと同じですね。これ、ブーメラン外して、このシールドを、この、はい。分パッキーに持たせてあげて、で、ブーメラン、あ、やべえ、これ、フルアクションバージョンと同じでちょっと足動かしてなかったけど、はい、こうですね。はい。で、ブーメラン持たせてあげて、で、背中にこれを取り付けてあげて、はい。で、最後、この、はい、兜をね、取り付けてあげまして、最後にこの胸のボタンを押すと、はい、これで当時品スピノ大王になります。いやー、素晴らしいね。はい、やっぱりこの音楽なんだよね。なんかこの、なんかめっちゃまあファンファーレだよね。うん、なんかハッピーバースデーみたいな、なんかめっちゃ、すごいいい音楽流れてるけど、これ最初めっちゃ敵の状態でこの音楽になってたから。はい。じゃあちょっと並べてみましょう。はい、こちらのフルアクションバージョンと当時のデラックス版ですね。はい、これ並べるとこんな感じになっております。いや、どっちもいいんです。本当に甲乙つけがたし。はい。こっちのね、新しいフルアクションバージョンはこう、スラッとしていて、こう、シルエットがね、わかりやすいですよね。うん。で、こう、プロポーションが良くて、でも稼働もしますと。うん。特にこの腕のこのね、充電流のこのなんていうの顔、ほらこのアンキドンとかもすごいこうずらしてる感があるじゃないですか。でもこっちはちょっとちょっと口を頑張って開いてるっぽいね感じになってるのが個人的に好きですね。あとはこの分パッキンのチェーンかな。はい、これがリアルになってるっていうのが嬉しいかな。はい。でこっちの当時のデラックス品はね、やっぱこのごつさだよね。うん、この太ましいね、ザ・デラックス玩具っていう頑丈そうなこの見た目、はい、がめちゃくちゃかっこいいです。はい。で、あとこの腕がね、めっちゃ大きいんですよね、当時のデラックス版は。はい。なのですごい、こう横にもね、広くね、大きくて、なんかめっちゃ迫力があるっていう、これが当時のね、デラックス品の良さだと思います。で、音声も鳴るしね。はい。で、
これあれかな、ここの確か充電池を外せば音声変わったかな。あ、そうですね。はい。これがスピノ大王じゃない、トバスピノの、鳴き声だね。はい。になって、この充電池入れるとさっきの合体音声が鳴るっていう仕組みになってます。はい。まあ、って感じで、この当時品のは、まあ、こう腕をこうやって前にね、こう向けるとか、はい。こういう動きぐらいかな、やるとしたら。いや、それでもかっこいい。はい。かっこいいです。いや、武器どんだけあんだっていうさ、このモリモリ感、武器マシマシ感がめちゃくちゃかっこいいんだよね。はい。まあ、っていうのが当時のね、デラックス品でした。はい。それではこちらのね、ガブティラフルアクションバージョンの恐竜人もね、ちょっとやってみましょうか。はい。比べてみましょう。はい。じゃあまずこれ外して、もう変形パターンはほぼ同じですね。変形合体パターンは。こうやって、はい、足を下ろしてあげて、はい。で、前向けて、で、腕を、はい、くるっとね、回転させてあげて、これを背中に、はい、くっつけて、で、顔前に向けて、で、はい、捨てゴッチね、これをちょっと持たせますか。はい。こうやってあげて、はい。ガブリンチをさせますと。はい。で、こっちのドリケラも、はい。こうやってガブリンチをさせてあげれば、はい。これで、恐竜人になります。いや、かっこよ。やっぱかっこいいわ、フルアクションバージョン恐竜人。はい。ね、こうやって並べると、こんな感じになってます。はい。あ、ちょ、待って。今気づきました。これつけてなかったね。危ない危ない。まあ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 、はい。ということで、こんな感じになっております。いいね。いや、このさ、令和の時代にこの2つを、こう、ね、新商品として購入して並べられるというこの事実ね。嬉しいね。はい。で、これね、もちろん、めっちゃ稼働ね、取らせられるので、ちょっとね、稼働取らせてみましょうか。はい。あ、やばい。そう。この腕を動かすと後ろのやつがね、外れます。はい。で、こう、肘をめっちゃ曲げたりとか、あとこの首もボールジョイントでめっちゃ動くし、あと腕もこうやって前に、こう、ね、動かしたりとか、まあ、腰ももちろん曲がるし、足もね、はい、こうやって前に向けたり、膝曲げたりとか、はい。で、足首もこうボールジョイントで動くので、まあ、いろいろね、ポーズ取らせられるので、ちょっとやってみたいと思います。ポーズを取らせると、こうなります。かっこよすぎる。これは。はい。いや、このポーズね、今回のこのフルアクションバージョンのパッケージの裏側にもこういうポーズがあったんですけど、個人的に当時品のガシャポンがあったんですけど、そのガシャポンがめちゃくちゃ稼働取れるっていうか、そのガシャポンが多分当時品で一番稼働多いおもちゃだったと思うんですけど、それの宣材写真みたいなのでこういうポーズがあったんですよね。足をちょっと片方だけ前にやって、後ろ足ちょっとね、こう、後ろにちょっと曲げて、やってっていうこういうスタイリッシュポーズがあって、でやっぱスピノ大王のポーズといえばこれみたいなのがもうその当時のガシャポンのそれからもう刷り込まれちゃってて、はい。でこのポーズにねまずしてみましたけれども、これできるってすごいね。やっぱり嬉しいです。このスピノ大王でねこうやってめっちゃかっこいいポーズを取らせられるっていうのが嬉しいね。あとはこのようなポーズを取らせることもできます。はい、この片膝立ち、はい、みたいな、こっちの膝は曲げてこっちの膝は立たせてみたいなポーズもできます。いや、この足の可動のねめっちゃいいところが、本来の足の位置ってここなんですけど、この可動のおかげでこうやってねちょっと張ったりを効かせるというかね、ここあんま見えない部分なので、これで膝をめっちゃ曲げてるようにこう見せることができてしまうと。はい。でさらにこの腕のジョイントもね、はい、今このこっち向きにこう曲がるように、本来であればこっち向きね、さっきはやってたんですけど、
こっち向き、はい、90度をこう変えてあげることによりまして、はい、ちょっとこう肘をね、はい、こう曲げてうまいことこういうポーズをねできるようにしたりとか、あとこの後ろね、はい、この腕をこう曲げちゃうとここのジョイントが外れるんですけど、はい、片方は外してるけど片方はつけることによってこのポージング可能にしてます。あとこの背中のこれもちょっとこう角度がねつけられるんだよね、こうやって。なのでこう足が後ろにあってもこう難なくポーズが取れるっていう、本当にこのフルアクションバージョンの名に恥じぬこの可動域をね誇ってるっていう、めちゃくちゃかっこいいです。それでは次はこちらパラサガンとザクトルもちょっとね、合体させていきましょう。このウエスタンコンボね、はい、これもプレ版のあれのね、セットなのでね、はい、このセットのやつ買うとこの、パラサガンとザクトルとこのブンパッキーとアンキドンがねこう4つゲットできるというセットなので、はい、これのね動画も出してるのでよかったら見てみてくださいと。はい、でこうやって変形させて、でこれ外してあげて、なんかね当時この映画に登場したんですけど、あれなんだよね、劇中アニメじゃない、普通に映画じゃなくて劇中にも登場してるんですよね、2回ぐらい確か。でそのクリスマスだったかな、なんだかの時にこのカンフーコンボでね確か登場してた気がします。はい、でこれでちょっとあれか、武器持たせるか。はい、このブーメランと、はい、このシールド、はい、持たせてあげますと。はい、これでスピノ大王カンフーコンボになります。いやこれもかっこいいというか、スピノ大王自体がもうかっこいいので何やっても似合うよね。はい、いやかっこよすぎるってかっこよすぎます。はい、こんな感じでバシッとね、はい、決まるね。はい、かっこいいです。はい、じゃあ次はこちらのね、はい、恐竜人のこのね、はい、ステゴッチとドリケラね、はい、これをちょっとお借りしましょう。はい、じゃあこれお借りして、でもあれか、これつけるとあれか、ブーメランが持てなくなるのかな。はい、でこのブーメランが持てないからこっちの、はい、シールドに、はい、収納しましょうか。こうやってで持たせるか。はい、で、はい、これで、スピノ大王の何でしょうね、恐竜人コンボかな、はい、っていう風にすることもできます。いやこの青と青だからね、はい、このステゴッチとカラーが一緒なので、しかもこの剣っていう、しかもこの黄色オレンジっぽいこの山吹色みたいな、これとこの色がやっぱ相まってめっちゃかっこいいね。はい、剣士になっていて、はい、めちゃくちゃにかっこいいです。はい、っていうね、遊び方ができますよと。はい、まだまだ遊べちゃうんです実は皆さん。はい、じゃあやっていきましょうか。どういった遊び方をするのかというと、一旦これ外しますと。はい、外します。で、なんとこちら、はい、キングオージャー、はい、これともなんと合体できてしまうのでね、はい、ちょっとやっていきましょうか。まずはちょっと一旦これ外してあげて、ちょっといろいろ外すんだよね。はい、でこれも外して、このハチカマキリも外してあげて、はい、ちょっと一旦こうやって置いときますと。でこっちもちょっと準備が必要で、はい、この足を外します。はい、足を外します。でこれを縮めますと。はい、でこの状態ねしてあげますと。でそしたら、これね、
はい、くるっと回転させてあげて、で、腕にしますと。はい、こんな感じで。反対側もこうやって、はい、これでね、腕にしてあげますと。で、ここに、はい、ゴッドカマキリと、こちらのゴッドハチ、はい、これをこうやってね、合体させてあげて、で、この腕に、はい、さっきの足だった部分ね、これをくっつけてあげて、はい、で、この確か背中に、そうだね、はい、このトンボをつけられるので、トンボをつけてあげて、はい、ちょっと、あれか、はい、こんな感じでね、トンボをつけてあげましてと。で、これ、持たせられるのかな？はい、ちょっとやってみますか。これを、ここに、いけるね。持たせられました、シールド。で、最後、このソードね。はい。これを、来た。はい、持たせてあげれば、はい。これで、キングスピノ大王になります。いや、これがね、できるという、はい。これ、もう、劇中とか別に何にも出てない、もうほんと玩具オリジナル遊びでしかないけど、こういうね、遊び方ができちゃうという、はい。ね、キングオージャーね、いやもう今思えばもう一個前の戦隊ですからね、というかもう、ブンブンちゃんはもうそろそろね、終わりそうな、ね、時期になってますけれども、はい。未だにこうやって前の戦隊のやつで遊べるっていう、はい。嬉しいね。はい、この仕様は。はい。で、こうやってね、めっちゃかっこいい、はい、遊び方もできます。そして、ちょっともう一個のね、遊び方をやっていきたいんですが、どうしよう。ちょっと一旦この虫たちを一旦外して、どうしよう。これ、ちょっと腕だけ外すか。はい。ちょっとこれ外しますと。はい。はい。ちょっと待ってよ。はい。こうやってね。うまいこと外してあげて。はい。で、こっちも、はい。外してあげますと。で、はい。ここに、ここでね、登場するのが、はい。こちらです。はい。こちら。ビュンビュンマッハロボです。はい。ビュンビュンマッハロボが登場します。何をするのかというと、こちらのビュンビュンマッハロボの腕を移植できるのか否かって話でございます。はい。じゃあこれ合体。いけた。ちょっとね、ゆるい。ちょっとこの、ゆるいけど、まあ一応くっつくっちゃくっつくね。ほら。ちょっとちっちゃいかな。ちょっとちっちゃいけど。くっつきますので、じゃあこれがくっついたら何ができるんだいって話なんですけれども、なんと、はい、こちらのブンブンカーを取り付けることができちゃうんだよね。はい。ってことで、ほら、ここに、はい、このオフロードとワゴンを、はい、こうやって合体させて、で、どうしよう。このシールド持たせるかって話なんだけど、持たせてみるか。持てんのかな、そもそも。持てる！シールドを持てるぞ。はい。で、一応じゃあ、このブーメランもちょっと外してあげて、これを、はい、ここに持たせてあげるか。はい。で、やってあげると、はい。なんと、はい。これで、キングスピノ大王フューチャリングブンブンカーみたいな、はい、感じになります。いや、すごいよ。なんと、3つの戦隊が、ね、戦隊の、ね、やつが合体してるって感じに
なります。すごいね。恐竜じゃ、で、キングオージャー、そしてブンブンジャー。はい。3つの戦隊のやつが合体できるという。はい。まあ、公式合体ではないけど、一応こういう遊び方もできるっちゃ、できると。はい。あれか、ユニバースロボを使えば、エンジン王とか、あと、あれか、特急王とかも、まあ、合体できるっちゃ、まあ、一応できるか。って感じなので、本当にいろんな遊び方ができますね。はい。まあでもこれ完全にその共通ジョイントではないので、本当に、まあね、壊れる可能性もしかしたらあるかもしれないので、ちょっと自己責任でね、はい、お願いします。ということで、今回のプレミアムバンダイ限定トバスピのフルアクションバージョンのレビューいかがだったでしょうか。いや本当にね、この恐竜ジャンのロボットっていうのはめちゃくちゃかっこよくて、本当にすごい僕も思い出入れがありますので、こういう形でね、なんかリメイクというかね、新しく出してくれたのめちゃくちゃ嬉しいです。はい。で、まあね、当時品と比べるといろいろねオミットされてる部分はありますけれども、稼働が追加されてるので、また当時品とは違った遊びができるのでね、はい、いいなと思ってます。このトバスピノマジで今手に入れようとするとマジおかしい値段するんで、何万とかすると思いますね。3、4万とかするんじゃないかな、完品。めっちゃちゃんとした完品とか、新品でもそんぐらいするのかな。もっとするかもしれません。てか新品見かけないかもしんないな。ってぐらいだいぶレアな、おもちゃになってるっていうか、恐竜ジャーのおもちゃ自体がもうめっちゃレアっていうか、もう欲しい人めっちゃいるし、あとこの結構この股関節の部分が壊れてるやつがもう結構あるから、なので本当に手に入れづらいデラックスおもちゃの一つなので、それを、まあ、今のねこの手に入れやすい状態でね、はい、まあプレ版限定でしたけれども、はい、で手に入るっていうのはすごい嬉しいんじゃないかなと思います。まあただ結構コメントでも来てたんですけど、なんかプテラゴードン出してほしいとか、プレゾー出してほしいとか、どこまで合体できるんだろうみたいなコメント来てたんですけど、多分これで終わりじゃないかなと僕は、まあ思ってますね。まあっていうのも、まあなんだろうな、まあそれはもちろん全合体までやってほしいっていうね、我々の気持ちはもちろんありますけれども、まあ設計面での大変さっていうのもあるだろうし、それがまあ売れるかどうか、っていうのも、まあね、わかんないし、まあなので本当に欲しい人は頑張って当時品を集めましょうって感じになるのかな。全合体したい人はね、全合体というか当時の合体ね、プテラゴードンとの合体とかいろいろやりたい人はもう本当当時品ね集めるしかないんじゃないかなと思いますね。なのでこっちの、フルアクションバージョンはフルアクションバージョンで割り切って、これ単体での遊びみたいな。まあでもこういうね、公式じゃないけどこういうねブンブンカードのね合体とか、あとはまあ普通にこれは公式合体としてこのキングオージャーとの合体とかもできるんでね、その当時品とはまた違った拡張性がありますので、なので、なんか、まあこれはまあプレ版だからもうあれか、手に取ってみてくださいとはなんないかもしれないですけど、はい、まあこういうおもろいおもちゃが出ましたよっていう動画になってます。はい。ということで皆さん何かね、当時のなんかトバスピノへの印象、スピノ大王への印象とか、なんか何でもいいのでコメントね、してみてください。このフルアクションバージョンもかっこいいねとか、なんか、いや、プテラゴードン待ちますとか、もう何でもいいので、はい、コメントよろしくお願いします。ということで、今回の動画以上になります。次のトマトからぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。あとは、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたり、限定動画が見れます。あと、グッズも発売しているので、よかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。